日本の古畑任三郎にも大きな影響を与えたと言われる刑事コロンボ。皆さんはこのヨレヨレの刑事を知っていますか？私は気づいた時にはすでに放送されており、何度も見ていました。なぜ視聴者はあの冴えない刑事に夢中になったのか。今夜はその理由を静かに掘り下げていきます。刑事コロンボはアメリカのテレビドラマとして世界中で愛された作品だった。だがその魅力は派手なアクションではなかった。むしろ毎回静かな会話と観察だけで犯人を追い詰めていく。そこが他の刑事ドラマとはまるで違っていた。主人公のコロンボは見た目だけなら頼りない中年の刑事だった。ヨレヨレのコートを着て葉巻をくわえながら古い車へ乗っている。一見するとどこにでもいる冴えない男にも見えていた。だが犯人たちはその見た目に必ず油断していく。そこがコロンボという作品の最初の罠だった。コロンボは相手を威圧しない。むしろ低姿勢で少し頼りなく見えることさえある。うちのかみさんがね。そんな雑談をしながら静かに相手へ近づいていく。そして犯人が安心した頃、あと一つだけ。その一言で空気が変わる。刑事コロンボ最大の特徴は最初から犯人が分かっていることだった。普通のミステリーは誰が犯人なのかを隠していく。だがコロンボは逆だった。最初に犯行を見せ、その後でコロンボが現れる。つまり視聴者はどうやって見抜くのかを楽しんでいた。この最初に犯人が分かってから始まるミステリーの形は日本の古畑任三郎にも強い影響を与えたと言われている。だがコロンボはただの名探偵ではなかった。むしろ人の心を観察する刑事だった。犯人の表情、話し方、小さな違和感、そしてプライドの高さまで静かに見抜いていく。特にコロンボが追い詰める相手は医者、政治家、俳優、資産家など社会的地位の高い人間が多かった。彼らは皆自分は頭がいいと思っている。だからこそヨレヨレの刑事を軽く見てしまう。こんなおっさんにわかるわけがない。そう思った犯人ほど最後には静かに追い詰められていく。この構図が多くの視聴者を夢中にさせていった。コロンボを演じたのは俳優のピーター・フォーク。1968年から2003年まで約35年近くこの役を演じ続けていた。気づけば視聴者の中でピーター・フォーク本人とコロンボの境界は曖昧になっていく。それほど彼はコロンボという男を自然に生きていた。実はピーター・フォーク本人は幼い頃に片目を失っていた。義眼だったことを知らなかった人も多い。だが彼はそのことを隠そうとはしなかった。むしろ自然体のまま人々に愛されていった。そして気づけばコロンボというキャラクターは世界中で知られる存在になっていく。アメリカだけではなく日本でも長く再放送され続けていた。古い海外ドラマでありながら世代を超えて語られる作品になっていった。派手な銃撃戦もない。ヒーローのような格好良さもない。それでも気づけば最後まで見てしまう。一方でピーター・フォーク本人も次第にコロンボそのもののように見られていく。テレビの中だけではなく人々の記憶の中でコロンボとして生き続けていた。だが人気が大きくなるほどコロンボという役の存在感もさらに強くなっていく。視聴者は毎回事件ではなくコロンボに会いに来ていた。そしてその空気は長い年月の中でも
ほとんど変わることがなかった。ヨレヨレのコート、葉巻、ボロい車、そして静かな観察眼。派手ではない。だがなぜかずっと見てしまう。前半を聞くと、コロンボは刑事というより人間を静かに観察し続ける男。35年近くも続いていたドラマとは知りませんでした。義眼でありながら両目が見えるコロンボ役を演じていることもすごいですね。なぜそんな長く愛されたのか、この後コロンボという存在をさらに深く探ります。戦いの中でもコロンボはほとんど怒鳴ることがなかった。銃を振り回すこともない。むしろ相手へ静かに近づいていく。そこが他の刑事ドラマとは大きく違っていた。犯人を力で追い詰めるのではなく、少しずつ逃げ道を消していく。まるで会話だけで人の心を崩していくようだった。しかもコロンボは最初から相手を疑っていることが多い。だが決定的な証拠がない。だから何度も現場へ戻ってくる。犯人から見ればなんでまた来るんだ。そんな刑事だったのかもしれない。だがコロンボはその違和感を絶対に手放さない。小さなズレや一瞬の表情、何気ない言葉まで静かに見続けている。そして犯人が油断した瞬間、あと一つだけ、あの言葉が出る。視聴者はその瞬間を待っていた。犯人が勝ったと思った直後、コロンボは最後の違和感を突きつける。そこがこの作品最大の気持ちよさだった。しかも面白いのは、コロンボ自身は決して完璧な人間には見えないことだった。忘れ物も多い。話も長い。どこか頼りなく見える。だが本当に大事なことだけは絶対に見逃さない。そこに視聴者は惹かれていった。一方で犯人たちは金持ちもあり、自分は頭が良いと思っている。最後まで自分が負けると思っていなかった。だからこそヨレヨレの刑事を軽く見てしまう。だが最後に崩れていくのはいつも犯人の方だった。コロンボは相手のプライドを崩していた。それは単なる推理力だけではなかった。人間そのものを見ていた。だからこそ今も古さを感じにくい作品になっている。派手な映像より人間同士の会話だけで空気が張り詰めていく。そこがコロンボという作品の異常さだった。そして長い年月の中でコロンボという存在は世界中へ広がっていく。アメリカだけではなく日本でも何度も再放送され続けていた。子供の頃気づけばテレビで流れていた。そんな記憶を持つ人も多いのかもしれない。古い作品でありながら今でも名前を聞けばあの姿を思い出す人は多い。ヨレヨレのコートに葉巻、そして静かな口調。気づけば多くの人がその姿を覚えていった。コロンボは派手なヒーローではなかった。偉くなろうとする刑事でもなかった。35年近く続けながらも最後まで現場を歩き続ける刑事だった。部下を従えて威張ることもない。権力で犯人を追い詰めることもない。ただ静かに会話を重ねながら相手の嘘を見抜いていく。一人の俳優が一人の男を生き続けた時間だったのかもしれない。約35年同じ役を愛され続けた作品は他にないかもしれない。それでもコロンボは時代が変わっても静かに語り継がれていった。派手でもなく強そうにも見えない。それでもなぜか最後まで見てしまう。今の時代このような作品はもう出ないであろう。
そして残念ながらピーター・フォークは2011年に亡くなっている。もう続編はない。だが彼の演じたコロンボは今も人々の心に強く残っている。刑事コロンボはコロンボの空気を楽しむ時間だった。だからこそ今も多くの人の記憶に残り続けている。35年も続いていると親戚のおじさんより身近に感じてしまいますね。私もまた刑事コロンボを見たいと思いました。皆さんもぜひ。それではまた次回の主役でお会いしましょう。